はいどうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。皆さん ToDo リストは作っていますか？僕はね毎日作ってるんですけど、ToDo リストはやりたいことを書き並べたチェックリストのことで、タスクだったりやりたいことだったりが複数ある時に非常に強力な効果を発揮するものなんです。でもですね、ただやりたいことを書き並べただけでは ToDo リストの効果がないどころか、かえって勉強効率を落としてしまう場合もあるんです。ということで今回は勉強効率を最大化するための ToDo リストのポイント3つを話していこうと思います。 ToDo リストのポイント1つ目が優先順位を決めること。これはとても簡単で、やりたいことを書き並べた後に優先順位を1位から順番につけていくだけです。やることが山積みの時って、あれもやらなきゃこれもやらなきゃって頭の中がいろんなことでいっぱいになりがちなんですけど、複数のことを同時に処理するマルチタスクは人間の集中力を大幅に低下させることが知られています。例えば数学の勉強をしている時とかに、明日英単語の試験があるからちゃんと覚えないとなみたいな感じで別のタスクのことを考えてしまうと、勉強の効率は大幅に低下するというわけです。しかもですね、人にはツワイガル肉効果といって、途中でやめたタスクのことが気になってついマルチタスクになってしまうという性質があります。なので特に一個一個目の前のことにしっかりと集中するために優先順位をつけて、その順番通りに一個一個淡々と潰していくというのが勉強効率を上げるために重要なんです。続いて2つ目のポイントがタスク項目を細分化すること。例えば英単語を100個覚えようって思った場合に ToDo リストに英単語100個という形で書くんじゃなくて、それを細分化して1から10、11から20、21から30のように細かく落とし込むわけです。こうすることで勉強が進んだ時のチェックを入れる頻度が上がるので、ゲームを進めているかのように勉強が進んでいる感が増幅されてモチベーションが向上するわけです。ちなみにリストにメモするときは動詞化も重要です。リストに英単語とだけ書いても何をすべきか明確じゃないので、書いて逆効果になってしまいます。しっかりと英単語を50個覚えるというように、なるべく具体的に動詞化してリストに入れることでやるべきことを明確にしましょう。そして ToDo リスト3つ目のポイントが邪魔を想定しておくこと。これは偶然性プランニングと呼ばれるテクニックなんですけど、やり方は至ってシンプル。 ToDo リストを作る際にもうめちゃくちゃざっくりでいいんで、そのタスクにどういった邪魔が入りうるかっていうことを想定して、その対策も合わせて考えておくだけです。邪魔の例としては例えば食後の後に眠気がきそうだなとか、ちょっと勉強飽きてスマホいじっちゃいそうだななどがありますよね。そういった邪魔が勉強時間の 20% 入るだけで、人間っていうのは予定狂った、もうスケジュール通りに進める気が失せたっていう風にモチベーションがそがれてしまうということが知られてるんです。その邪魔自体はなくせずとも、偶然性プランニングによってその邪魔を想定しておくだけで生産性の低下だったりモチベーションの低下っていうのを防ぐことができるんです。そもそも心構えとして ToDo リストは勉強効率を上げるためのツールであり、自分の頑張れを可視化するためのものです。仮に当日の目標を達成できなかったとしても、あまり落ち込まずに次につなげていきましょう。ということで ToDo リストを作る際のポイントを3つ話してきましたが、実は ToDo リストを作成するにあたってめちゃくちゃおすすめのアプリがあるんです。それが Notion。 この Notion、オールインワンの万能アプリと呼ばれているくらい、もう使いこなせば何でもできちゃうアプリなんですけど、実は僕自身の会社でも導入してるぐらいスケジュール管理にぴったりなアプリなんです。もう Notion だけでありとあらゆるやらなきゃいけないことを全て管理できて、例えば僕の場合で言うと勉強だったり、あとは YouTube の動画制作だったり、河野塾イズムとかのプロジェクト進行だったり、いろいろな種類のタスクをそのタスクの性質に応じてそれぞれ管理していて、もう Notion さえ開けばやらなきゃいけないことが全て一目で丸分かりっていう状態になっています。誰でも簡単に使えるほど直感的なアプリなので、とりあえず概要欄からダウンロードしてみて実際に使ってみてほしいんですけど、とは言っても慣れるまではどういう風に使っていけばいいかわからないと思うので、参考までに僕が実際に作ってみたテンプレートを概要欄で配布します。そのテンプレートを見ていただくと、学習計画でタイムライン、そしてカレンダーで、あと過去問まとめですねで構成されていて、この学習計画のここに、学習内容、例えば英単語151から200みたいな感じで入力して、でここの科目に例えば英語とか、単元に英単語とか、優先度とかもじゃあ星3
ね、優先度高めに設定したりして、で期限ですね、終了日も含んだら1月8日から1月10日みたいな感じで、じゃあ1月10日までに終わらせたいものだというふうに、こういうふうに一通りね入力してもらえば、こんな感じで、追加されましたね。で勉強が進めば、例えばこの英単語を、未着手から、その学習中とか学習済みに移動することで管理ができるわけです。また、ここにね理解度もステータスとして追加することもできるので、例えば単元によっては苦手と、こういうふうにステータスとして追加して、復習の抜け漏れっていうのも防止することが可能です。で表示を学習計画からタイムラインに切り替えれば、こんな感じで勉強計画がね一目瞭然になるので、試験やね、模試対策にもぴったりなわけです。他にも例えば、下のね過去問まとめのところで勉強した過去問のリストを作成したりすることもできるので、過去にね解いた過去問の重複を防いだり、あと学校別や科目別でのね管理も簡単になります。さらにですね、ここの簡易メモの部分から、メモを残しておくページにね飛べるので、例えば新規ボタンを押すことで勉強している中で気づいたこと、じゃあ例えば東大2020年みたいな感じでメモをここにね、ここだメモを追加しておくことができるので、例えば英語の文法が弱いとか、こういったね自分の気づきをメモに簡単に残しておくこともできますね。こんな感じでね Notion をうまく活用してもらえれば、必要な勉強をやるべきタイミングで必要なだけ行うことができるんです。このねテンプレートはあくまでね僕が作ってみた一例で、 Notion は今までね説明してきた機能以外にも本当にいろんなことができますし、他にね用意されているテンプレートも豊富にあります。なのでぜひね自分の状況に応じたテンプレートを選んで、自由にそのテンプレートをカスタマイズしてオリジナリティあふれる学習計画表を作ってみてください。 Notion は受験が終わった後も、今度はね仕事でタスク管理が必要になった時も非常に重宝しますし、なんならね Notion があまりにも何でもできるので、ホームページの中には Notion を使って作られているものもあったりします。こんだけ何でもできるのに Notion は無料で始めることができるので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。